さてさて、数日前に香港にいる知人、中国人から書きの YouTube が送られてきた。それについての私の返信は以下のごとし。これに関しては日本人は全く興味を持っていないと思うよ。日本を悪く言っている国は、中国、朝鮮、韓国含む、そしてロシアだけですから、それぞれ独裁国家ですよね。皆さんにお願いがあります。YouTube の新機能にハイプというものが加わりました。コメント欄を横にスライドするとその機能が表示されます。その表示されたハイプをクリックしてください。太平洋戦争後のアジア諸国における日本に対する評価を外国人の皆さんにお伝えしておきたいと思いました。英語訳と日本語訳は概要欄にも記載しておきます。イギリス、アーノルド、J. トインビー、歴史学者。第二次大戦において、日本人は日本のためというよりも、むしろ戦争によって利益を得た国々のために、偉大なる歴史を残したと言わねばならない。その国々とは、日本の掲げた短命な理想であった大東亜共栄圏に含まれていた国々である。日本人が歴史上に残した業績の意義は、西洋人以外の人類の面前において、アジアとアフリカを支配してきた西洋人が、過去に100年の間に考えられていたような、腐敗の神でないことを明らかに示した点にある。1956年10月28日、A 氏、オブザーバー L、アメリカ、ジョイス、C、レプラ、コロラド大学歴史学部教授。日本の敗戦、それはもちろん東南アジア全域の独立運動には決定的な意味を持っていた。今や真の独立が確固とした可能性となると同時に、西洋の植民地支配の復活も、許してはならないもう一つの可能性として浮かび上がってきたのである。民族主義者は、日本占領期間中に身につけた自信、軍事訓練、政治能力を総動員して、西洋の植民地支配復帰に対抗した。そして、日本による占領下で、民族主義、独立要求はもはや引き返せないところまで進んでしまったということをイギリス、オランダは戦後になって思い知ることになるのである。東南アジアの解放と日本の遺産。ジョージ・ S ・カナエレ、政治学博士。日本占領軍がインドネシア民族主義のために行った種々の仕事の中で、最も重要なものの一つは、正規軍及び準軍事組織を創設して、それに訓練を与えたことである。このような機会がなかったならば、戦後のインドネシア民族革命の経過は違ったものになっていたであろう。日本軍政とインドネシア独立。オランダ、サンティン、アムステルダム市長、現内務大臣。本当に悪いのは侵略して権力を振るっていた西欧人の方です。日本は敗戦したが、その東亜の解放は実現した。すなわち日本軍は戦勝国のすべてを東亜から追放して終わった。その結果、アジア諸民族は各々独立を達成した。日本の功績は偉大であり、血を流して戦ったあなた方こそ最高の功労者です。自分を蔑むことをやめ、その誇りを取り戻すべきであります。1985年日本少尉軍人会代表団がオランダを訪問した時行われた市長主催の親善パーティの歓迎挨拶。タイ、ククリット、プラモード、元首相。日本のおかげで、アジアの諸国はすべて独立した。日本というお母さんは、難産して母体を損なったが、生まれた子供はすくすくと育っている。それは、身を殺して人を成した、日本というお母さんがあったためである。12月8日は、我々にこの重大な思想を示してくれたお母さんが、一身を賭して重大決意された日である。さらに8月15日は、我々の大切なお母さんが、病の床に伏した日である。我々はこの2つの日を忘れてはならない。マレーシア、ラジャーダトノンチック、元上院議員。私たちは、マレー半島を進撃してゆく日本軍に歓呼の声を上げました。敗れて逃げてゆく英軍を見たときに、今まで感じたことのない興奮を覚えました。しかも、マレーシアを占領した日本軍は、日本の植民地としないで、将来のそれぞれの国の独立と発展のために、それぞれの民族の国語を普及させ、青少年の教育を行ってくれたのです。ガザリー・シャフィー、元外務大臣。日本はどんな悪いことをしたというのか。大東亜戦争で、マレー半島を南下した時の日本軍はすごかった。わずか3ヶ月でシンガポールを陥落させ、我々にはとてもかなわないと思っていたイギリスを屈服させたのだ。私はまだ若かったが、あの時は神の軍隊がやってきたと思っていた。
日本は敗れたが、英軍は再び取り返すことができず、マレーシアは独立したのだ。ザイナル・アビディーン、歴史学者。日本軍政は、東南アジアの中で最も政治的意識が遅れていたマレー人に、その種をまき、成長を促進させ、マラヤにおける民族主義の台頭と発展に、大きな触媒の役割を果たした。インドネシア、モハメッド・ナチール、元首相。アジアの希望は植民地体制の粉砕でした。大東亜戦争は、私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものです。アラムシャ、元第三副首相。我々インドネシア人はオランダのテッサを断ち切って独立すべく、350年間にわたり、幾度か死残血牙の闘争を試みたが、オランダの統佐都市なスパイ網と、強靭な武力と、過酷な法律によって、圧倒され壊滅されてしまった。それを日本軍が到来するや、たちまちにしてオランダのテッサを断ち切ってくれた。インドネシア人が歓喜雀躍し、感謝感激したのは当然である。サンバス、元副院軍人省長官。特にインドネシアが感謝することは、戦争が終わってから日本軍人約1000人が帰国せず、インドネシア国軍と共にオランダと戦い、独立に貢献してくれたことである。日本の戦死者は国軍墓地に祭り、功績をたたえて主勲章を送っているが、それだけで済むものではない。プン、トモ、元情報省。日本軍が、ラン、仏を我々の面前で徹底的に打ちのめしてくれた。我々は白人の弱体と醜態ぶりを見て、アジア人全部が自信を持ち、独立は近いと知った。一度持った自信は決して崩壊しない。そもそも大東亜戦争は我々の戦争であり、我々がやらねばならなかった。そして実は我々の力でやりたかった。昭和32年の来日の際の発言。インド、ラグ、クリシュナン、大統領。インドでは当時、イギリスの不沈戦艦を沈めるなどということは想像もできなかった。それを我々と同じ東洋人である日本が見事に撃沈した。驚きもしたが、この快挙によって東洋人でもやれるという気持ちが起きた。昭和44年、日本経済新聞。ハビプル、ラーマン、元インド国民軍大佐。ビルマ、インドネシア、フィリピンなどの東アジア諸国の植民地支配は一掃され、次々と独立し得たのは、日本が育んだ自由への炎によるものであることを特に記さなければならない。グラバイ、デサイ、インド弁護士会会長。インドはほどなく独立する。その独立の契機を与えたのは日本である。インドの独立は日本のおかげで30年早まった。これはインドだけではない。インドネシア、ベトナムをはじめ東南アジア諸民族すべて共通である。皆さんにお願いがあります。YouTube の新機能にハイプというものが加わりました。コメント欄を横にスライドするとその機能が表示されます。その表示されたハイプをクリックしてください。さて、いかがでしたか？日本は戦後に自虐史観を教え込まれ、私たちは洗脳されてきました。私たちの子供、孫以降の世代にはもっと胸を張って堂々と過ごせるようにしたいものです。